最初1品目ですね、お飲み物に合わせて小肌をご用意しています。シェリービネガーですね。で、少しだけ締めて、で、下はですね、サブレの生地になってます。これうまくないですか？小肌とこのなんかサンベの食感っていうのはなかなか面白いもので。ああ、いい香り。こちらはアナゴのメニューでございます。はい、下には、先ほどご覧いただいた三重県京北町の完全トマト、少し塩を振って脱水して、トマトの旨味と甘みを引き出しています。周りには塩漬けにしたおじそうですね。で、今仕上げにスープを注いでますが、こちらはお魚の出汁に、昆布の旨味と、あとは青のりを加えて作ったスープでございます。おお、これはいい。どこか和を感じますよ。青のりと要は穴子に、酸味でこうタレのようなタレのようなで合うじゃないですか。濁り感があります。なんか窒素かな。では野村焼きにしたカツオをですねご用意させていただきます。そして最後におかけしたのがですねフロマージュブランチーズをですね瞬間的にこうパウダー状にしたものでございます。黒ニンニクのピュレとルッコラのペーストですね。ニンニクやマスのペースト香りがね、やっぱもう説明聞くだけでもううまそうだもん。おお、めっちゃうまいです。ありがとうございます。最高です。これでいいの動画撮るんですか？これとこいつです。どうぞ RX シリーズ。ほんま物撮りめっちゃ綺麗なんですよ。軽くて良さそうですね。何撮ってるんですか？α7S3。α7S3。ミラーレスです。ああ、はい。凝り出すともう取り出してから沼ですよね。そうなんです。わかりますよ。レンズのために10個ぐらいある。めっちゃ綺麗ですもん映像。あれです。ご自分で編集される。自分でやります。自分ですか？そうなんだ。2種でもう味がもう。いや、ほんとめっちゃ変わります。いや、うまい。続いては、ブルターニュさんオマールブルーを使った一品でございます。でソースですね、グリーンカレー風味の、サバイヨンソースとオマールのビスクを使います。一番下に、白ウリですね、こちらのバナナのペーシャルトで作ってしたもの。すっごい筋肉質。そうですね、もう、イカのアクセントちょっと爽やかにするとかの意味合いも。うまっ。カレーソース超うめえ。ソーセしますか？うまい。このパンすごい美味しいですね。ちょっと甘い味なので、特にパティシエの女の子あ、そうなんですね。からですね。てかすごいスタッフ多くないですか？お客様と同じ人数。そうなんですね。なんか儲けとか気になっちゃうぐらい。ちょっと火入れが繊細になってますので、よかったら先に召し上がってください。はい。
この前長崎で買いましたよ。アーティチョークを使った一品でございます。チップスとピュレ、コンフィの3種類ですね。ソースもこれらのアーティチョークですとか。エロティックですね。うまい。香ばしくていいですね。お酒の香り。でしょう。うわー、メインの子羊ですね。リムザの子羊を少しヨモギの香りまとわせて焼き上げてます。なんか料理のテンポすごいいいですね。だいぶスピーディーにやってますね。ではメインディッシュですね、こちらフランスリムザンの子羊、よもぎと一緒に火をしてご用意しております。付け合わせの方は中央、アスペリスソバージュ、あとはグリーンピースをピューレにしたものと、あとはソテーしたもの、2種類のものでご用意しております。ソースの方は子羊の順に、オリーブとトマト、あとは刻んだ実山椒を加えて煮詰めたソースを。山椒か。実山椒ですね。この香りは山椒なんですね。すごい美味しいですこね。れ苦味出したらダメなんですけど、この香りですけど。なんだろう。アジア感ありますよね。スパイスっぽい感じですね。とろっとした野菜なんですよ。すごい。もうメインディッシュをおっしゃいましたよ。あとの締めの一品でハヤシライスを。ハヤシライス、はい。はい。すごいな。テンポいいね。1時間あるでしょ。はい。ではこちら締めのハヤシライスでございます。コースの中でお使い切れなかったお肉やお野菜の端材を、香味野菜とじっくり煮込みまして、そこに煮詰めた赤ワインをたっぷりと加えて仕上げております。これはあれですね。家庭で食うハヤシライスと違いますね。コクがちょっとね、赤ワイン違いますね、全然。シェフの中ではフランス人が美味しいハヤシライスを作ろうと思って作ったらこうなるんじゃないかと、そういうコンセプトで。なるほど。考察系料理ですね。11月24日にオープンして今8ヶ月ぐらいです。メニューはどんどん変わってますけれども、ハヤシライスはまだ変えずに定番で残ってます。YouTube はその前からやったんですか？もうその前、もうコロナの。じゃあ、それでももうお店やる予定で、YouTube 合わせてやったら、そこまで考えてたらすごい。拍手ですよね。現行犯で楽しみました。最高でした。最高でした。サクランボを使ったデザートですね、グレネゾールといいまして、一つの食材はさまざまな調理法で仕上げてございます。一番下ですね、九州というさくらんぼのお酒を使ったさくらんぼのソルベ、それからロゼワインでコンポートしたさくらんぼやさくらんぼのチャツネジャムですね、をご用意しています。僕たち3人で食べるのはちょっと罪悪感があるやつ。プリティーな。プリティーなみたいです。山形の桜もか。紅シューボという。高いです。はいですね。はい。この後デザート自体はこのおかずですね。あ、なるほど。これはメロなんですね。これこのまま食べていいですか？おお。一番下にはベルモットで置こうとしましたメロン、その上にはヨーグルトのソルベ、一番上のドーム型になっているものは、メロンのエスプーマでございます。シュワシュワっとそうです、メロンソーダ、さっぱり。ああ、メロンソーダ。甘みも優しくて、淡いですね。淡いですね。本当に淡くて。いや、懐かしいっす、なんか。クリームソーダ的な。はい。いつもこんなスピード感なんですか？そうですね。いつもこれぐらい。素晴らしいですね。すごいシステムチックにこう動くからみんなは。アールグレーお願いします。またお分けください。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。宮はピスタチオのカメラ。毎回お宮の実際こう顔を見てお会いするとおしゃれな方なんです。僕 T シャツ短パンでサンダルですけど。それが似合う。YouTube 始めるきっかけはコロナで暇だったんです。もともと料理されてて YouTube 撮りってバズったんですか？もともとそのドミニク・ブッシュっていう銀座のレストランなんですけど、そこでドミニクっていうフランス人のお店でもうずっと長く料理長やってて、でコロナになって暇やなと思って
で何もやることないからお客さんその時になんか物販とかやるんですよ。スーツを作って売りましょうみたいな、いろんなお店がやるんですけど、そういうことがあるないって結構明確だなって僕が思ったのは、やっぱフォロワーがいるいない、インスタグラムとかでやっぱ著名なシェフって1万人ぐらいインスタのフォロワーいたから、俺ぐらい持ってないとあんまり付け焼けば意味ないなと思ってちょっと SNS 特化してやりたいと思って、自分が想像以上にちゃんとパシッと結構誰が食べても分かりやすい料理でしたね。テクニカルなことをしてるけど根本は分かりやすい料理、美味しいなと思ってましたね。結構もともとは結構なんでしょう、いろんな技術をお皿に詰め込みたいって昔はよくやってたんですけど、なんか今はどんどんそぎ落としてなるべくシンプルにしようと思って。ありがとうございました。Sometimes what you want ain't what you need. Sometimes letting go can make your heart bleed. Sometimes the road ahead seems dark as night. Have some faith in yourself, that's the guiding light. You should know that when your dreams have hit the ceiling and fallen back down,